次のページからは、市場からの注文が100個から200個まで増えた後に、50個に減少した際のシミュレーションを見ていきます。このシミュレーションでは、簡単のために、工場の生産能力は無限大。工場では材料不足は発生しない。注文書と生産指示書以外での連絡はしないと仮定します。では早速シミュレーションを進めていきます。第1週目に市場からの注文が100個から200個に増えました。配送された製品100個が在庫200個に足され、在庫は一時的に300個になりますが、市場からの注文が200個なので200個出荷します。その結果、在庫は100個になりました。最終顧客の担当者は在庫が以前の200個から100個減ったので少し多めに注文しようと思い300個の発注書を出しました。一方、サプライヤー側では生産中だった100個の製品が保管されたので在庫は一時的に300個になりますが、最終顧客からの注文書100個に基づき製品を100個出荷します。その結果、在庫は200個となりました。今までと変わらない注文数だったので、新たな生産指示でも今まで通りの100個を生産指示としました。第2週です。最終顧客側では新たに100個の製品が納入されました。その結果、在庫は一時的に200個になりましたが、市場からの注文が200個だったので200個出荷しました。担当者は在庫がなくなったので多めに発注しようと思い400個発注しました。一方、サプライヤー側では生産中だった100個が新たに保管されました。その結果、在庫は一時的に300個になりましたが、顧客からの注文情報100個に基づき100個納品したので、在庫は結局200個となりました。ここでもサプライヤーの資材担当者も工場担当者も今まで通り変化はありません。よって、資材担当者は今まで通りに100個の生産指示を出しました。第3週です。最終顧客側では新たに製品が100個納品され、在庫が一時的に100個になりましたが、市場からの注文は200個のままです。よって、ある分すべての100個を出荷し、残り100個は納期遅れとなりました。担当者は多めに注文しておこうと思い、新たに500個の注文書を出しました。サプライヤー側では新たに100個が倉庫に保管され、在庫は一時的に300個になりましたが、顧客からの注文数は300個でした。よって300個出荷したために在庫は0個になりました。そこで資材担当者はいつもより多い200個の生産指示を出しました。一方、工場担当者はいつも通り100個を生産しています。第4週です。最終顧客側では新たに100個の製品が届きました。在庫は一時的に100個になりましたが、市場の注文はまだ200個です。ある分すべての100個を出荷しましたが、納期遅れは100個から200個に増えてしまいました。そこで担当者は先週よりもさらに多い700個の注文を出しました。一方、サプライヤー側では新たに100個が保管されましたが、注文は400個です。ある分すべての100個を出荷しましたが、300個の納期遅れとなってしまいました。そこで資材担当者は生産指示を400個に増やしました。その時、工場の担当者の方では新たに200個の生産指示書が届きました。第5週です。最終顧客には300個の新たな納品があり、在庫は一時的に300個になりましたが、市場の注文はまだ200個です。納期遅れの200と合わせると本来400個出荷したいところですが、ある分すべての300個を出荷しました。その結果、100個の納期遅れが残りました。担当者は先週と同じく700個の注文を出しました。
一方、サプライヤー側では新たに100個保管されましたが、注文数は500個です。ある分すべての100個を出荷し、納期遅れは700個に拡大しました。工場の生産は400個に増えています。資材担当者はもっと多めに生産指示しようと考え、800個の生産指示を出しました。第6週です。最終顧客側では新たに100個の納品がありましたが、市場の注文はまだ200個です。ある分すべての100個を出荷し、納期遅れは200個に拡大しました。いつになったら入ってくるんだと怒り始めた担当者は、引き続き多めの700個を注文しました。一方、サプライヤー側では新たに100個保管されましたが、注文は700個です。ある分すべての100個を出荷しましたが、納期遅れは合計で1300個まで拡大しました。工場での生産は800個に増えました。工場から全線製品が入ってこないと思った資材担当者は、生産指示を先週の倍の1600個まで増やしました。第7週です。入荷数は今週も100個。顧客の担当者は苛立っています。今週の注文も200個だったので、ある分すべての100個を出荷して、納期遅れは300個まで拡大しました。まだ多めに注文をしておきたいと思った担当者は、今週も引き続き700個を発注しました。一方、サプライヤー側では新たに200個保管されましたが、注文が700個だったのでまだ足りません。ある分すべての200個を出荷し、納期遅れは合計で1800個まで拡大しました。工場には1600個の生産指示が届いています。もっと在庫が足りなくなったと思った資材担当者は、もっともっと多めに生産指示しようと思い、新たに2000個の生産指示を出しました。第8週です。最近ずっと700個の発注を出しているのに、今週の入荷も100個だけです。ある分すべての100個を出荷し、納期遅れは合計で400個に拡大しました。まだ多めに発注しておこうと思った担当は、先週に引き続き700個の注文を出しました。一方、サプライヤー側では、新たに400個の保管がありました。在庫は一時的に400個になりましたが、注文数は700個だったために、ある分すべての400個を出荷し、納期遅れは合計で2100個まで拡大しました。工場には2000個の生産指示が出ています。資材担当者の頭の中は納期遅れを何とかすることでいっぱいです。そこでもっと生産指示を出そうと思い、2500個の生産指示を出しました。第9週です。顧客側には新たに200個の入荷がありました。やっと新規注文と納品が同じ数になりましたが、合計で400個の納期遅れです。先週に引き続き注文数は700個としました。一方、サプライヤー側では新たに800個が保管されました。注文数は700個です。今まで納期遅れが溜まっていたので、ある分すべての800個を出荷しました。結果、納期遅れは2000個となりました。工場には2500個の生産指示が出ています。納期遅れが引き続き発生していることから、資材担当者は生産指示を先週に引き続き2500個としました。第10週です。市場からの注文が50個に減少しました。どうやら今まで200個に注文が増えていたのは需要の先食いだったみたいで、その反動で注文が減ったようです。顧客側では新たに400個の入荷があり、在庫は一時的に400個となりました。本来では今まで溜まった納期遅れ分400個と新たな注文の50個の合わせて450個を出荷したいところですが、ある分すべての400個を出荷し、結局納期遅れが50個となりました。担当者は
まだ様子を見ようと思い、注文数は先週と同じ700個としました。一方、サプライヤー側では新たに1600個の保管がありました。新規注文数は700個でしたが、今までの納期遅れが合計2000個あったので、ある分すべての1600個を出荷し、納期遅れは結局1100個となりました。工場への生産指示は今週も2500個です。記載担当者は、まだ納期遅れが拡大しても嫌だと思い、引き続き2500個の生産指示を出しました。第11週です。新たに800個の入荷があり、在庫は一時的に800個になりました。ここから納期遅れの50個と新規注文の50個を合計100個を出荷し、結局在庫は700個となりました。担当者は、とりあえず納期遅れが解消されてほっとしました。在庫は700個と結構あることから、新規の注文はとりあえず昔通りの100個としました。一方、サプライヤー側では、新たに2000個の保管がありました。今までの納期遅れが合計1100個、新たな注文が700個だったので、合計1800個を出荷しました。その結果、在庫は200個となりました。工場への生産指示は引き続き2500個です。資材担当者は、やっと納期遅れがなくなったことにほっとしましたが、また納期遅れが起きるのが怖かったので、念のため生産指示は先週と同じ2500個としました。第12週です。顧客側には新たに1600個の入荷がありました。市場からの注文は50個だったので、結局2250個の在庫となりました。急に増えた在庫を見て、担当者は新規の注文はやめておくことにしました。一方、サプライヤー側では、新たに2500個の保管がありました。注文数は700個だったので、結局、在庫は2000個となりました。工場への生産指示は引き続き2500個です。在庫が多いことに驚いた取材担当者は、生産指示を先週の半分の1200個としました。第13週です。顧客側では新たに1800個の入荷がありました。新規の注文は50個だったので、結局在庫は4000個となりました。まだこんなに納品されるのかと驚いた担当者は、引き続き新規注文は行わないことにしました。一方、サプライヤー側では新たに2500個の保管がありました。新規注文は100個だったので、結局在庫数は4400個に増えました。工場への生産指示は1200個に減ってきました。資材担当者は積み上がった在庫を見て生産指示を昔と同じ100個まで減らすことにしました。第14週です。顧客側では新たに700個の入荷がありました。新たな注文は50個だったので、結局在庫は4650個に増えました。担当者はあまりの在庫の多さに青ざめてきました。新規の注文はもちろん0個です。一方、サプライヤー側では新たに2500個の保管がありました。新規注文は0個だったので、在庫は6900個に増えました。工場への生産指示は100個となり、昔と同じ量になりました。資材担当者は在庫の量に驚き、新たな生産指示は0個としました。第15週です。顧客側では新たな入荷が100個ありました。市場からの注文は50個だったので、在庫は4700個になりました。相変わらずすごい量の在庫だと思っている担当者は、新たな注文を出しませんでした。一方、サプライヤー側では、新たに2500個の保管がありました。新規の注文はまた0個だったので、
在庫は9400個に増えました。その時、工場への生産指示は0個でした。まだ在庫が増えることに唖然とする資材の担当者は今回も生産指示を出しませんでした。第16週です。これがシミュレーションの最後の週となります。顧客側では入庫が0個であり、新規の注文は50個だったので、在庫は4650個となりました。どれだけ先までの在庫となっているのでしょうか。唖然とする担当者は今回も新規の注文は出しませんでした。一方、サプライヤー側では新たに1200個の保管がありました。新規注文は今回も0個だったので、在庫は10600個となりました。工場には今週も生産指示は0個と来ています。資材担当者が今回出す新たな生産指示も0個です。次の動画ではシミュレーション結果をまとめて分析していこうと思っています。